ようございます。おはようございます。今日一日お願いします。お願いします。おはようございます。いつもお昼ぐらいから練習ですか？大体そうですね。ほとんどお昼はファイトクラブでやることが多いですか？月金があれですね。目白の T グリップで大きい回ですね。昼大体。今日は渋谷なんですけど、今日夜は T グリップで目白の方でやります。今からのファイトクラブは何人ぐらいで練習するんですか？まあ基本大地君とやって、はい兄貴も後で途中から来るみたいな。で、たすきは分かんないです。たすきは来るかどうか分かんないです。予定では来るんですよ予ね。定では、はい、分かんないですけど、一応俺も行くとは言ってた。でもただ覚えてるかどうか分かんないです。篠塚君はマイペースなんで自分時間で練習するんでなんか平本選手のお兄さんの方の YouTube を見たときに意外だったのが、なんかジョー選手と篠塚選手が結構仲のいい感じで。めっちゃ長いですもん、付き合い。俺が週3ぐらいの時多分初めて会ってるんですよ。週3で一緒に練習し始めたのが高1とかで、一緒になんか地元のジムでみんなで集まってやってる時にたつきとかが来て、その時はまだ俺もう全然敬語だったし、たつきくんとかだったんですけど、付き合い長くて2人ともそれ気にしなくなったし結構なんかいじりあったりもできるような。いや、あいつがいじってくる、俺やり返してるだけです。生意気だよとか言われたことないですか？言われるんですけど、優しいんで何も思ってないですね。俺に何言われても、お前のこと後輩だと思ってねえみたいな。好きともう結構ずっと長くて、最初はその地元の方で練習してたんですけど、途中からこのファイトクラブ使わせてもらえるようになって、そこからまずファイトクラブとかでみんなで練習とかしたり、兄貴がそれこそ K1 の契約の切れる切れないの時ぐらいによくずっとみんなで練習してたんですね。だからその時の仲間意識っていうのはみんな強いと思うし、ちゃんとした自分もなかったんで。何歳から格闘技を始めたんですか？僕は5歳ですね。5歳からです。兄貴と俺のお父さんが近所のムエタイジム通いだして、俺もその格闘技やるとかなかったんですけど、ただ遊び相手いなかったんで、その家に遊び相手がいなかったから、俺も始めようみたいになって、まだ兄貴の1年後とかかな、多分なんか辞めてた期間とかもあったりしたけど、もうずっとなんだかんだずっと格闘技自体をやってる感じですね。ムエタイをやってたんですか？ムエタイやって、まあキックムエタイやってて、兄貴みたいにそんなボクシングはやってなかったんですけど、僕は結構兄貴にキックとその技術とか結構兄貴に結構仕込まれたんで、頼りがやっぱあるっすね。その安心できるみたいな、唾液はやっぱ強いし、そうですよね。たすきとか兄貴とか、そういうああいう強い唾液の人たちと練習するとやっぱ自分も自信になるじゃないですか。その部分ではもう自信もなんか持てるようになったっすね、前よりも。MMA の練習し始めたのはいつぐらいですか？練習し始めたのは本格的にやったのは昔はドリーマーズってアベマの企画で、ドリーマーズ出た時に、その時がやっと本格的にやってたんですけど、やっぱでも最初はもうやばかったですね。もう何にも分かんなくて、キックと何にも違うし。その時はまだ UFC とかも見てなかったんですか？見てたです。僕の UFC は小学校の頃から見てて、マクレガーも大好きだったし、アルドも好きだったしみたいな。兄貴より最初に UFC 見てたっすね。もともとはちっちゃい時から大晦日とかもドリームとか僕の頃時代がやってたのかな。昔の取りだめしたプライドとかドリームとか、ヒーローズ戦国とか、なんかあそこら辺の何回も試合見たりとか好きでしたね、見るのが。一人暮らしですか？そうですね、一人暮らしとりあえず今はしてて、もっといいとこ住みたいっす。練習量がちょっとやっぱ一番辛いんで、早く兄貴みたいに運転手つけてやれれば一番楽なんですけど。でかくなったな。背中やばいね。今で何キロですか？今でも64キロぐらいです。61でも戦ってたじゃないですか。でもあれはほぼ減量なかったんで、なんでもう急遽決まったから2週間前とかですよ。3キロぐらいしか落としてないんで。適正はフライですか？適正はフライです。結構すぐ痩せちゃうっすね。
塚は何してる？篠塚は何してる？思考の設定とかなんなんですかね、早い時早いんだけどっていう。で俺がたまに遅れたりするとなんかあいつ遅れてんじゃねえよって言って。あいつ。ジャスティンバージョン作りたいっすよね。同い年です。あ、一緒の年なんですか？一緒じゃないです。で、僕知らなかったんですけど、高校一緒だったんですよ。後々一緒の高校っていうのが分かったっていう。大地君が途中で辞めたんですけど、僕はそこで卒業したんですけど、多分高一かぶってるんですよね。で、兄貴もそこで卒業してるんですけど、うちの兄貴そこで6年ですよ。俺追いついたっすわ。5歳離れてる俺とかぶるってやばいじゃないですか。大樹君から見て、ジョー選手の変化っていうのはどう感じてますか？もうフィジカルがそうですよね。パワーも超ついてるんで、しなやかさ、スピードにプラスパワーも速いし、タイミング分かりづらいし、倒せるし、ありえないぐらい化ける。ステップがちょっと伝統派っぽいなと思ったんですけど、まあそれなんかその前回の試合二平さんに教えてもらって、そこでまあ兄貴のその朝倉戦の時のあの感じもちょっと取り入れつつ、ただ兄貴と僕は違うんで、それを自分にはレストして使えるようにはしてるっすね。兄貴と同じことすると無理なんで、僕は結構しなやかな動きするんですけど、兄貴どっちかというと硬いというか、体がかっちりしてるんで、だから自分は自分で自分のスタイルに合うものを探してですね。タイム選前はこのノリで結構やっちゃってたのがそのもう先生に「お前それがよくねえよお前は」今回はもう相手デビュー戦ですけど、格闘技で言ったら僕より全然経験値も高いんで、胸を借りるつもりで全力で倒しに行く。早めに倒して、であとゆっくりたつきの試合みたいな。たつきなんてもう練習終わりでそこでアルコールファイトとかも始めるんで。いや、篠塚がふっかけてくるんですよ。お前ビビってんのかよとか言って、篠塚がふっかけてきて飲んで、大体あいつの方が先帰るんですよ。篠塚選手はスーパースターっていじりはされてるんですか？それは内地の社員だけです。あ、そうスーパースターですからね、彼は。今更俺が敬語使ったら気持ち悪いとか言って、俺のトットだって俺の5個下ですけど、たつきと10個離れてて「おいたつき」とか言うんですよ。兄弟って何人いるんですか？兄貴の上に姉がいて、姉、兄貴、俺、弟なんで4人兄弟で。お姉さんがいることってあんまみんな結構知らないですよね、みんな。でも別に隠してないですけどね。姉貴も別に出たがらないし、まあ見たことある人も少ないんじゃないいや、ですか？でもほぼほぼいないんじゃないですか。今度の試合も見に来ると思うんですけど、いつも応援はしてくれてるですね。俺のお姉さんが一番やばいっす。でも僕が聞いたのはレインよりもジョーの方がやばいって聞いたんですよ。やばさがみんなここで違うんですよ。いや、俺の弟だって岩崎先生に「うっす」お前さすがにそれダメだろって言うんですけど、格闘技やってるんですか？格闘技やってて、で今大塚さんの T グリップも行ってるし、僕とか兄貴より一番センスあるです。煽りスキルはジョーが一番あるみたいなこと言ってます。煽りスキルってどうなんですかね。まあレイン選手がツイートした中であれ自分が実はあれ俺なんですっていうのを、もう多分そういうのありすぎて、でもそうなるとなんか俺めちゃくちゃいやだからそれその赤田さんのやつは考えたのです。小嫁太夫をチョイスして西谷と戦うと思っていたら、そのウイグルスイングでしたは俺が考えたんですけど、そんなの誰でも考えられない。ちなみにこの間のジャスティンの下りは誰が考えたんですか？ジャスティンはあれ兄貴っす。あれは兄貴っす。で、自分がその会見出るって知らなくて、ジャスティン一人で行けるって言ったら、ジャスティンもちょっと困って俺受け答えすんのみたいな。僕2人選手弟です。
めちゃくちゃ強いっす。バカ強いっす、マジで。注目しといてください、キャスティング。気合いでいきます。おはようございます。飯1回食べて、そこからまたフィジカルいきます。わかりました。誰も来ない。ジョー選手は時間はちゃんと守るタイプ。まあでも、俺も破っちゃうときは破っちゃうんですけど、ただあの2人よりは絶対に守ってるんです兄貴の行事とか、俺の方が焦ってるときあるっすもん。雷神の人から俺に連絡来る。あ、なるほど。笹原さんとか周りの人が早くしてくれみたいな俺に来るんですけど、俺もどうにもできないんですよ俺だって急いでるみたいな。この壁がちょっとね、応援してくれる人とか、そのチームのみんなとかにはすごい期待されてるし、チームに恩返しっていう意味で、本当勝ちたいですね。本当にそこですね。いろいろやってもらってて、勝たなかったらもう何の意味もないんで、兄貴にも恥かかせたくないし、チームに恥かかせないつもりで。なんか今日喋ってみて僕は思ったんですけど、めちゃくちゃ好青年ですよね。そうですかね。まあどう普通だと思うんですよ。全然普通なんかです。すごい言葉遣いとかも気遣いとかもいや全然ですよ。ネットではでも誤解されがちですよね。こっちですよね。もうなんかこの前の YouTube 撮ってる時はわざと誤解させてやろうと思って、もうわざと撮ってる時言ってたりするんで。さっきもその撮影してないですけど、食事中も率先してこう配ったり自分が一番年下のこと多かったんで、なんかどこ行っても兄貴と例えばそのご飯連れてってもらうとかの時もそうだし、僕が一番大体年下だったんで、やる癖っていうかようにしてますね。やるようには。ネットでこうなんか言われるから、そうですね。ネットとは違うんだぞみたいな、違うんだぞというか、逆の人もいるじゃないですか。カメラの前だけでいいやつってめっちゃいるじゃないですか。めちゃくちゃいるじゃないですか。本当言いたいやつは何にしても言うし、それが兄貴であってもたつきであってもそうじゃないですか。今回男祭りは気になるカードあります？やっぱ朝倉未来と鈴木選手はめちゃくちゃ楽しみですけどね。未来選手のことはどう思ってるんですか？なんだろう、俺は絶対戦うことないし、それは当たり前ですけど、でもやっぱ兄貴の敵ではあるんで、嫌いとかそういうのないですけど、チームとして敵対はどうもお互いがし合ってると思うんですよ。別にあっちのジムの人もそうだと思うし、俺らのジムもそうだし、でも明らかにでも雷神広めたのもそうだし、兄貴を有名にしたのもやっぱ朝倉未来選手だと思うんですけどね。それはまだ間違いないなっていう。朝倉未来選手いなかったら兄貴もここまで有名になってないんで、それはもうありがたいですね、そこは。萩原選手と朝倉選手もまた昨日いいやってたりして、なんだろう、兄貴いない会見なんで、なんかこっちも気楽に見れて、やっぱ兄貴が一番ヒヤヒヤするっすね。何言うか分かんないし、何もか分かんないし、みたいな。でも、めっちゃいい勉強になるっすね。強い中にもやっぱある程度の盛り上げ方とかは、やっぱ、学ばないとなっていうのはあれですね。朝倉選手、鈴木選手、萩原選手もそうですけど、やっぱあそこでこう、話してこう盛り上げられる能力って、本当数少ない選手だけだと思うんで、この話すだけで湧くっていうか。伊藤選手も面白いですよね。僕とか兄貴がフィジカル見てもらってる宍倉さん。トレーナーの宍倉と申します。よろしくお願いします。カメラ大丈夫ですか？この前の筋肉痛まだ残ってるんで今日怖いっす。プロジェクト、ウエイトトレーニングとか好きっすか？いや、もともと全然そんなやんなかったんですけど、そのつけがもうずっとハマったっす。マジで体変わったっす。みんなに言われる。
ゃしんどいっす。ラスト15セット。ラスト15セット死ぬ。終わるね、これで終わっちゃう。もう多分他の競技できないです。演技で辛いとかじゃないです。マジで辛いんで。おお。やばい。足がやばい。足が抜けるっす。そうだよね。あ、やばい。あ、やばいやばい。やばいやばい。マジでやばい。マジでやばいっす。膝が入らないんで、カクンってなるんですよ、これで最後のトレーニング終わったっす。お疲れ様でした。お疲れ様です。すごいしんどそう。毎日中で吐きそうになってしまう。なるよね。どんどん完成度が今増してきて、IQ も高いし運動能力も持ってて、今そこにちょっと練習量をこうどんどん増やしていって、まだまだね、こうなんだろうな、浅い考えも持ってると思うんですよ。なんとなくやれるだろうとか、試合に出るための練習とはっていう部分はまだ少し足りない部分があって、そういう部分をちょっとこうどんどん伝えて、練習量っていうのをすごい増やしていけば、持ってるもの自体はすごくいいので。70今2か3ぐらいって言ってたんで、日本語もちょっと上手くなってきて、はい、なんなら、はい、あと20キロ、まあいけそうかなって感じですね。これどっちがジョー君ですか？今日はチーズ。あ、奥のやつ。はい。これよりちょっとだいぶ減量してくなったんで。会見の時より。はい。水抜きで10キロぐらいやるんで、あと10キロ。大丈夫ですか？まあいけると思いますよ。はい。でもめちゃめちゃ酒弱いんですよね。めちゃめちゃ酒弱い。酒弱い。さっき話しても言いたくないです。アクション。アクション2、アクション2回目。ここで力使わせたい。はい、行くよ。100分だったらその40回だ。いいや、やってからいいか。ラスト1本はじゃあ丸ゼロ締めよう。一回締めよう。オッケー、じゃあいいよ。締めてこの後別にフリー練習やって大丈夫です。オッケー、一回練習終わりますね。ありがとうございました。オッケー、
打撃では絶対玉野選手が上っていうのは分かってて、まあその中で、まあ、しっかりやっぱりテイクダウン取るってことはちょっとキーになってくるので、その入り方とか含め最悪を想定して、なかなかうまくいかなかった疲れるパターンっていうのも想定 しなきゃいけないので。どういう試合を期待してるんですか、ジョーは、右ストレートで KO ですね。あと20キロ。あと10キロは多分まあ死んじゃいます。まあ10キロ落として落としてまあちょっとオーバーしててもありがとうございました。どこですかね。まあでも似てるようで反対な部分というか、もうたくさん持ち合わせてるっていうか、そういう面白さはあると思います。はい、僕と違う。はい。ジョー選手にとってどんなお兄さん、どんな存在ですか？普通に尊敬やっぱしてるっすね。格闘家としても尊敬してるし、憧れでもあるし、もう越えなきゃいけない壁でもあるしというか、なんだろう、自分の兄貴だからこそなんですけど、まあ、階級も違うしやってるとこは全然違うんですけど、ただやっぱいつか同じぐらいのステージまで、なんだろう、もうライジンメイン張るとかその団体を任されられるぐらいまでには自分もなりたいんで、やっぱずっと追っかけてる部分はあるっすね。はい、でも東京ドームいいっすね。まあ僕試合したことないんで東京ドームで、自分も出場予定だったけどこういう怪我っていう形で、これも全部必然なんで、その代わりにまあ辰木とかジョーとかが仲間が出てくっていうので、まあ、これもすごい深い意味があると思うんで、東京ドーム自分にはまあ体験したことない場所をまあ楽しんでもらいたいなっていうのがあるのと、人間って大舞台すぎると緊張しないんですよね。なんか逆にその辺もまあ雷神を楽しんでもらいたいなっていうのは、はい、ありますね。お兄さんと、まあ、いい意味でも悪い意味でも比べられるちゃうじゃないですか。それはもうプロデビュー前っていうか、別にアマチュアの頃からあったんで、それはもうアマチュアの頃から有名だったし、それは強かったし、やっぱその平本蓮の弟としてやっぱずっと見られてたから、もうなんか自分はそこを払拭しないといけないなっていうのは思ってですね。そうならないっていうか、もう個人、朝倉海選手なんてそうですけど、朝倉海選手は海選手でやっぱ目立ってるじゃないですか。本当自分もそうならなきゃダメだと思うし、チームでやっていくっすけど、自分は個人としてもう上がっていきたいんで、そこは今回対戦相手田村の時も強いんで、実際1ヶ月ぐらいしか MMA やってないって会見では言ってたんですけど、去年からずっと MMA の練習してるっていうのを聞いたんで、しっかりそこら辺はまあ油断させるために言ってるんだなって思うし、まあ、結構しっかり準備してくると思うんで、まあ、キックの戦績考えても、まあ、戦い方も天心みたいで結構完成形で本当強敵だと思うんで、ただまあこういう相手と戦う、まあ、あくまで MMA のキャリアで言えばジョーの方が上ですけど、まあ、大舞台慣れとかそういう試合慣れっていうのは圧倒的に向こうは百戦錬磨なんで、まあ、ここはジョーを乗り越えるべき試練だなっていうのは思うんで、勝負ですね。僕より運動神経とか高いですからね。運動能力とか比べてもやっぱ僕とかは結構本当たくさん練習してその動きをなじませる結構時間がかかるタイプですけど、ジョーなんかは結構見よう見まねでできたりするタイプなんで、楽しみながらやれたらすごい強いんじゃないかなと思うんで、まあ、その面踏まえて自分も楽しみではありますね。まあ、チーム戦というか結構アンチが結構多いじゃないですか。はい。で、まあ、それがちょっと、まあ、ちょっと影響がこういっちゃってる部分もあるじゃないですか。はい、そういうのはどう思いますか？いや、視聴者が増えるだけなんでいいんじゃないですかね。もともと僕そんな言われてない方だったんですけど、やっぱ最近こう、DM とか、コメントとか、Twitter とかでバーって言われて、逆にそれ今がいい時だからっていうのをすごい言ってくれて、なんだろう、俺も最初そうだったみたいな。お前の弟の巻き姿が楽しみだみたいな、もうその時点でいい注目度は浴びてますからね。絶対見られるから、それを、僕が負ける姿を見に来る人もいるだろうし、まあ配信のペーパービューでも買う人もいるだろうし、それ楽しみにしてる人もいるから、もうそれ跳ねのけてやろうってだけなんで。やっぱ負けてくれって思われて試合やる方が全然楽しいですからね。そうなんですね。はい。もう別に今何言われてるとかあんま気にしてないですね。もう逆になんだろう、自分が言われるとかよりもなんか兄貴とかそのチーム言われてる方がなんか俺的には嫌っすね。なんか見てんのが、はい。お兄さんの骨で出れてるとかっていうコメントとかあるじゃないですか。そういうのはお二人どう思いますか？いや、骨で出てますから、はいはい。実際そうなんで、はい、骨で出てますからね。それは素直に。はい。はい、だってそんなどの業界も当たり前じゃないですか。まあ芸能界でバーターというか、まあそれがまあ当たり前の世界だし、これ文句言うやついっぱいいますけど、もうそれだけ
雷神から僕は信用を買ってきたわけじゃないですか。ペーパービューの売れる数とかチケットの売れる数とか、まあそれは朝倉未来も全く一緒ですよね。こいつ出したらこれだけやっぱ見られるとか、こんだけ反応がいいっていう信用を手に入れてきたからこそ、自分の周りにこう還元できていけるわけじゃないですか。これ悔しかったらお前もやってみろよって話ですからね。無名実力派だけ語ってるなんかあんまおもろない自称最強ファイターたち、お前別にやればいいじゃん、誰もそれやっちゃいけないって言ってないよって、本当に気にしないやつ何も言わないですからね。元谷選手を見てくださいよ、素晴らしいじゃないですか。井上直樹選手とかも寡黙にやってるじゃないですか。そうやってやればいいんですよ。けど別にそれをなしで文句言ってるんだったら、じゃあコネ作ったりすればっていう話で、それファンが言ってるのはまだね全然いいと思うんですよ。一意見としても全然素晴らしい意見だと思うんですけど、格闘家が言ってんのダサくないと思うんですよ。これ見てちょっと悔しい格闘家がいたら俺に DM してきてって感じでブラックローズ入れてあげるよってコネで試合まであとまあ3週間ぐらいかな、3週間練習で死ぬ思いすれば試合は楽なんで、まあ、そういう風に追い込みできるように、まあ、自分たちはサポートしていくだけですね。いろんなものがパワーになってるんで、俺からしたら平本譲をなめんなよっていうそういうところを見せたいですね。もうそれだけですね。一人の格闘家としてなんだろう、一個成長したいなっていう、安心して見ててっていう、はい、兄貴に対しては、はい、やってやるよっていう、ブラックローズの勝利を願ってあの敗戦から280日、眠っていた画廊がついに目覚めるライジン男祭り。2年ぶりの勝利なるか、朝倉未来が復活のリングイン。対するは連敗脱出をかけ出陣する天下無双の稲妻ボーイ鈴木千尋。噛みちぎるか、それとも稲妻が画廊を貫くのか。ライジン男祭り UNEXT でペイパービュー発売中。ライジン男祭り